皆さんおはようございます。発信元康弘です。今回ですね2020年、最後の出演ということで、有終の美を飾るべくですね遠州サーフにやってきました。狙うのはね、ヒラメです。ただね、シーズン的に青物も回ってくるシーズンなので、青物、ヒラメ、この2つを狙っていきたいなと、思っております。今回ですね、デュオのいろんなルアーを、使用しながら、攻略していきたいなと思っております。今7時、いい時間帯なので、頑張ってやってみたいと思います。それでは行ってきます。じゃあ朝一番、とりあえずウェッジ140のピーチクローでいきます。暗い時間帯なんでね、ちょっとアピール重視で行ってみましょう。水深があるエリアプラス、潮位が高いんで一回沈めてからね、ゆっくりまで来てます。今沖の背回りを狙ってる感じです。波打ち側のねブレークラインにちょっとルアーを絡めたいんで、バイブレーションファイダーバイブスリムの140です。ヒイラギ手前駆け上がりについてることが多いで、それを狙うヒラメは、駆け上がり付近には当然ついてるんで、その駆け上がりもしっかり舐めてこれるようなルアーを使います。結構波立つね、やっぱりね、満潮は。はい、ハウルシャットの 14g でいってみたいと思います。いろいろ投げて反応がないんで、一回ミノ行こうか。それではファルクラムの、9号です。ライトじゃなくてノーマルの方ですね。やっぱりお昼の干潮が勝負かな。今9時です。とりあえずね反応がありませんね。潮の具合で昼間干潮を迎えるので、それに合わせてちょっと休憩をして、場所移動するかここに戻ってくるか分かりませんが、一回ちょっとね、休憩入りたいと思います。はい、今回使用しているルアーを、ご紹介させてください。ファルクラム 95S です。こちらはですね 95mm の、31g の、ヘビーシンキングミノになっております。ファルクラムライトというものがあるんですけれども、こちら 26g になっておりますが、こちら 31g のモデルになっております。こちらはですねただ巻きでイレギュラーなアクションをしてですねミノのように使うことはもちろんですが、今回のようにキャスト後ボトムを取って、そしてね、駆け上がりもしくはそこの起伏、そういったところに当てて、それをほどくような形でロッドワークさせる、そういった使い方で、使用しておりました。ミノのような使い方、そしてワームの使い方、いろんな使い方ができる、多彩にね、いろんな状況対応できるようになっております。こちらもぜひお試しください。はい、続きましてこちらフリッパー Z42g になります。フリッパー Z ですね 24g、36g、そしてこのね一番重たい 42g、3種類があります。
今回ですね、こちら一番重たいモデル 42g を使用して、こちらはですねやっぱり動きの安定感、そして、荒れている海峡でもですねボトム付近はね穏やかです。そういったレンジをねしっかりレンジキープしながら泳がせてくれる、プラグのような使用感、アピール力を持ちながらも、飛距離、もしくはね、巻き心地、そういった部分でねメタルジグの使用感も併せ持つ、そんなルアーになっております。上げ潮、潮位が高いタイミング、他のプラグもしくはワームでね、使いにくいよと、釣りがやりにくいよという場合であれば、こちらのフリッパー Z42g お試しください。はい、移動してきました。今ね12時半、真っ昼間です。今ねちょうど、干潮のタイミングで、これから、干潮からの上げ潮のタイミングをやってみようかなと思います。とりあえずね、こう見渡した感じ、河口の方でね、いい感じの地形変化、ちょっと遠いですけど頑張って行ってみたいと思います。さて第2部、干潮ということでですね、おそらく浅いでしょうということで、まずはウェッジ9号帰ってみましょう。よし、やってみましょうか。ちょうど河口ですね。悪くはなさそうですけど、ファルクラム9号、プリズムチャートです。お腹にねグローが入ってるタイプですね。来た、よし、ほらね、ちっちゃいけどさいいんですよ。これがバレるんで、よし、これがねこのブレークに絡めるファルクラムのね真骨頂なんですよね。はい、釣れました。ファルクラム9号のプリズムチャートにしてくれましたね。ちょうど上げ潮が効いてきたタイミングで、手前の駆け上がりをねファルクラムでコツコツと丁寧に探っていたら釣ってくれました。やりましたね。フリッパー Z42g ピーチグローで、重たいルアー投げるときはもう一回こう構えちゃってね、構えてしまって、あとはもうポーンと振り抜けば飛んでってくれますんで、こんな感じに投げてもらえば大丈夫です。確かにね重くて投げにくいかもしれないんですけど、やっぱこの上げ潮が効いてるとき、潮が高くなってるとき、非常にやっぱ安定感があっていいんで、僕はねとってもおすすめです。実績もすごい高いです。よし、来た、よっしゃー、マクロ止めたらフリッパー Z42 バレないでよ、バレないでよ、バレないで、バレないで、おお、あら、なんだまこちゃん、なんだって言っちゃ悪いけど頑張れ頑張れ頑張れ、まこちゃんでした。ちょっと腕がね疲れちゃって巻くのを止めたらこっちに来ました。この気が抜けた時に、ファイトする、結構あるあるパターンです。やりました。ちょっと太陽がね金色になってきたんで、高木レインボーゴールドでゴールド系にしてみます。いやー、潮が入ってますね、上げ潮がね。
こういう感じだともう Z42 ぐらいしかもう、あ、来た、高木さんありがとう。変えて一発ですよね。色あるよね。無理しないように。でかいでかいでかい。ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ。波がね、もう一回これで、おじさんごめんなさい。よし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 。はいはい、ごめんなさい。はい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 、よかったよかった。ラミー、出ましたラミーラミー出たね、最後やりました。ヒラメです。ルアーはね、フリッパー Z42g 高木レインボーゴールドでした。いや、高木さんありがとうございます。海底一発でしたね。ちょうどね、太陽がねちょっと黄色になってきたんで、まあ水なじみのいい感じの色をセレクトした海底1投目でしたね。それ係でしたけどね、かなり沖でバイトしてくれました。やりました。波の具合ですごくランディングが崩れましたけど、かかり方もねちょっとあったんで、遠州ヒラメフリッパー Z42 高木レインボーゴールド、ありがとうございます。お疲れ様でした。朝からね夕方まで頑張ってみました。釣果の方はですね、昼からの干潮の揚げ出しですね、パルプラムでヒラメ、そしてフリッパー Z42g でマゴチとヒラメ、追加することができました。渋いかなと思ってたんですけれどもね、頑張ってみたらいい釣果に恵まれました。今年2020年振り返ってみてですね、そうですね、とっても大変な年だったと思います。来年のね2021年は皆さんにとっても、そして僕自身にとってもですね、素敵な1年になるように願っております。今年2020年大変お世話になりました。ありがとうございます。またね来年も頑張っていきたいと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは良いお年をお迎えください。ご視聴ありがとうございました。